トナビのドリルロールです。もう一回やってみます。川むつ。これはね、この動きは本当にこのルアーしか出せない動きだと思いますね。いつでも効くわけじゃないんですけど、異常にこの明滅が効く時あるんで。お、今ブラウンだ、絶対ブラウン、今絶対ブラウンや。もう一回やってみよう。こんなとこブラウンいた。よし、食った、ブラウン食った、よし、大人びドリル来たぜ。こんなとこブラウン釣れたことないぞ。よっしゃ、オッケー、釣れた。なんですか、ドリルトイッチっていうんですかね、ドリルロールでブラウン食ってくれました。綺麗なの釣れた。やった、嬉しい。最高、ありがとう。はい、大人び48、今日はこのルアーについてお話しさせていただきたいと思います。このルアーなんですけれども、シンキングミノになります。これもともとは渓流釣り用に開発をしたシンキングミノになります。でスペックなんですけれども、ボディの全長が 48mm で重量が 4.4g になります。で、沈むスピードは秒速 30cm になります。で、ね、次にこのルアーの最大の特徴をまずお話しさせていただきたいと思うんですけれども、最大の特徴はやはりね、ここに TDS テールドライブシステムって名付けてる西根ルアーワークスのシステムなんですけれども、テールにねプレートを設けてあることだと思います。フロントにもリップがあって、テールにもプレートがついている。これが大人び48の最大の特徴になります。このフロントリップと TDS が何を搭載されていることで何を起こしてくれるかってことなんですけれども、これはABS 中空ルアーでありながら、とてつもなく鋭いアクションレスポンスを発揮させます。要はこれ四輪駆動車と一緒の感じと思ってもらえばいいと思うんですけれども、フロントリップで作り出したアクションを尻尾のこのテールプレート TDS で加速させてるっていう形になります。結果ものすごくクイックな、ものすごく俊敏なロールアクションを発生させて泳ぎます。はい、簡潔に言うと、この大人び48は、フロントリップと TDS テール2つに前と後ろ2つに運動源を持ってるルアーっていうことになります。なのでものすごく運動能力は高いルアーです。でそれができた結果、今までのミノールアーではあんまりできなかったようなタイプの誘い方とかができるようになってます。それはまたね、実況動画で後ほどご説明させていただきたいと思います。トリプルフック1本もしくはシングルフック1本をつけて使っていることが多いです。っていうのが、これこのセッティングにするとあるアクションがすごい出やすいんですよ。それが何かというと、ドリルロール。普通のジャークベイトはトイッチを入れるとその時水をボディが逃がしてダートすると思うんですよ。でこれを逃がしだとしたら、これは全く逆でトイッチとかジャークした瞬間に尻尾のこの抵抗板 TDS が一番水をつかむんですよ。で結果すごい短い距離でドゥルドゥルドゥルって本当にドリルみたいな感じですごい明滅を出して、こうやって止まるっていうか、なんですかね、ミドストみたいな、なんですかね、ちょっとうまく表現見つからないんですけど、もうとにかくすごい明滅をドゥルドゥルドゥルって出してドリルみたいにアクションさせることができます。なんで普通のジャークベイトが逃がし系のルアーだとしたら、これはつかみとでも言ったらいいのかな、そんな感じのルアーです。でそのアクションがこのテールフックだけにするとすごい出やすいです。
音ナビ48のフックセッティングについて話をしてみたいと思います。でこれね今ねテールにトリプルフック12番が1本だけついてる状態なんですけれども、これが販売しているパッケージに入っている状態はこの状態で販売させていただいてます。でこれね何を狙ってるかっていうとこれ説明させていただいたドリルロールを最も出しやすいセッティングっていうことでこのセッティングにして販売させていただいてます。で他にもねいろんな状況で使えるように、例えば魚を深いところから浮かして食べさせたいような時はお腹に針がついてる方がフックアップ率が上がるんで、そういう場合はお腹に針をつけて使っていただくことも可能です。あと、例えばシングルバーブレスフック規制のあるルールのある釣り場とかだとこんな感じでシングルフックをつけていただいたり、これ1本しかつけてないんですけどお腹につけて2本シングルフックつけて使っていただくことも可能ですし、テールに1本だけつけて使っていただくことも可能です。そういう風にバランス取りしてあります。はい、この動画の最後にこの音ナビ48ならではのトゥルーチューンの方法をご説明させてください。このね、音ナビ48なんですけれども、フロントとリアにね運動源を持つ関係で、かなりねなんて言ったらいいんですかね、限界ギリギリまでアクションを絞り出す設計になってます。かなりね高度なアクション設定が必要になってくるんですけれども、おかげでね普通のミノプラグではありえないぐらい鋭いボーリングアクションを発生させることができています。でその結果、そのトレードオフで必要になってくるのが厳密なトゥルーチューンです。レーシングマシンみたいなもんですよね。でその方法なんですけども、例えばね通常のこれが通常のミノだとしたら、これが例えばこっち側に傾いて泳ぐ場合はこのフロントのアイをこっちに曲げてやればチューニングできるんですけれども、そのね大まかなメカニズムはこの音ナビ48も一緒です。で違うのは普通のねチューニングの場合はプライヤーを使って曲げることがあると思うんですけれども、音ナビの場合はプライヤーを使って曲げると曲げすぎになっちゃうことが結構あります。なんで例えばこの裏はこっちに傾いて泳ぐ場合は親指で爪かなんかで軽くピッて押してあげる、曲がったかな曲がってないかなっていうぐらい押してあげるぐらいでチューニングがちょっとずつ合っていきますんで、これで合わせてみてください。これがね逆にこっちに泳いでしまう場合はこっちのこれを爪で軽くこうやって曲がったか曲がってないかっていうぐらい押してもらうとしっかりチューニングを合わせていただくことができると思います。というわけで音ナビ48ぜひ皆さんのフィールドで試してみてください。もう一回やってみます。音ナビで出てます。 BBB チャート。食った、よっしゃ、おおマジか、来た、よし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 、いいことになった、食った、よしよしよし、音ナビ食ったぞ。綺麗なブラウン連れてくれました。やったー、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。